こんにちは。変な道に入ったら出られなくなりました。というのは冗談で、近鉄乗り場に向かっています。ここは名古屋駅の地下通路です。今日は近鉄の名阪特急ひのとりに乗車します。よかった、近鉄の看板が見えてきました。近鉄名古屋駅はいろいろな場所に入り口があります。この経路は名鉄じゃない方の赤い地下鉄から乗り換える時に使うと思います。この駅のコンコースに出るところは開放感があって好きです。近鉄名古屋駅は4面5線のターミナル駅です。名阪特急が運転していることもあって関西の玄関という空気があります。大阪方面だけでなく伊勢志摩方面へも特急が出ているので、かっこいい車両がひっきりなしに出入りしていてとても楽しいです。今回乗車する電車がやってきました。落ち着いた赤い車体、大きな前面窓が特徴的な車両ですね。細長いヘッドライトの光も機械の精悍さがあってかっこいいです。どことなく E657 系の面影があるのは気のせいでしょうか。ともかくスピード感と高級感があって良いデザインだと思います。早速出発です。行ってきます。あ、隣のホームにはビスタカーが止まっていますね。特急が休みなくやってきては出発していくのが分かります。近鉄名古屋駅は地下にあるターミナル駅ですが、戦前からある歴史的な駅です。隣に名鉄名古屋駅が並んでいるので、線路が凶器だった時代には連絡線もあって直通する列車もあったようです。列車は津駅を目指して進んでいきます。車内は窓が大きいので、こうして前を見ていても外の景色が楽しめます。そろそろお腹が空いてきたのでお昼ご飯にしたいと思います。名古屋駅で購入した天むすです。近鉄名古屋駅には千住の売店があり、天むすを求めるお客さんがたくさんいました。天むすは三重県で生まれた名古屋飯と言われています。三重名物ではなく名古屋名物なのは不思議ですね。中身はこんな感じです。エビが包まれたおにぎりが5個入っています。しっとりしたエビ天ですが、味がしっかりついているので美味しいです。だしの味だと思いますが不思議な味です。しばらくすると木曽川を越えるところでした。木曽川、長良川、揖斐川を越えるともう少しで桑名という気分になりますが、この列車は津まで止まらないので少し違和感があります。木曽川を越えると次は長良川です。遠くに長良川河口石が見えています。もともとは工業用水のために建設されたそうですが、環境影響などから反対運動も多かったみたいです。細い陸地を挟んで揖斐川を越えます。長良川と揖斐川は水位に差があるそうで、明治期に実施された基礎山線分流工事で作られた堤防です。少しすると桑名駅を通過するところでした。 JR も近鉄も桑名は停車駅ですが、火の鳥だけは桑名を通過していくのでなんだか偉くなった気分です。貨物列車も止まらないので貨物になった気分でもいいかもしれませんね。桑名駅は近鉄と JR だけでなく養老鉄道も乗り入れる駅です。すぐ近くには三岐鉄道の西桑名駅もあるので、実質4会社が乗り入れる一大ターミナルです。そういえば飲み物を買い忘れていました。でも大丈夫です。この列車には自動販売機コーナーもあるので買いに行きたいと思います。コーヒーとお菓子の自販機です。お菓子はコンビニと変わらない価格でした。コーヒーは2種類の味があるみたいでした。コンビニコーヒーみたいな感じです。値段はどちらも200円でした。あ、普通の自動販売機もありました。2時間の移動ですが手ぶらで乗っても困らなさそうですね。コーヒーを買ってきました。カップが火の鳥5周年記念デザインでした。もう5年も走っているんですね。せっかくなので座席でくつろぐことにします。角度の調節できるフットレストはちょっと便利です。シートもバックシェルがついているので倒し放題です。背もたれと連動して座面も動くみたいで包まれているような感覚があります。気づいたらまた街が近づいてきました。もう少しで四日市駅を通過するみたいです。四日市も大きな駅ですが、この列車は通過していきます。2024年の近鉄名古屋線の駅別乗降人数では名古屋駅の次に乗降数の多い駅でした。停車すればそれなりの需要が見込めそうですが、この特急が名阪の高速輸送に振り切った設定なのがよくわかりますね。もう少しで津に到着します。ここまでだいたい40分とかなり早かったです。
津駅は桑名や四日市ほど大きな駅には見えませんが、県庁所在地の駅なので堂々としている気がします。津駅は三重県の駅にしては珍しく、近鉄側よりも JR 側の方が駅舎が立派なのが特徴です。関西方面へのアクセスは近鉄一択ですが、紀勢線や伊勢方面では JR にも勝機があるのか、積極的な快速アピール看板などが名物です。実際名古屋駅からの所要時間では近鉄も JR もほぼ同じです。運賃も JR の方が500円ほど安いので JR としても負けたくない一線なのでしょうね。そう考えるとこの広告看板は JR を隠しているようにも見えてきます。津駅を出発です。津駅を出ると次は鶴橋まで止まらないので、乗り間違えしないようにアナウンスが何度も繰り返されていました。津駅では下車する乗客は少なめでしたが、座席の2割くらいは津駅からの乗車客でした。三重県は中京圏と関西圏の中間にあると言われるので、三重県の関西地方との結びつきを感じることができます。正直ここから大阪まで止まらないというのはかなりワクワクします。伊勢湾沿いの三重から大阪湾沿いの大阪までノンストップなのはやっぱりすごいです。停車しない距離なら新幹線の方が長いですが、違う海に面した地域に行くのは雰囲気がかなり違うので異世界に行くようです。少しずつ速度を落として列車は中川短絡線を越えるところです。名古屋から大阪方面に向かうときはポイントをたくさん越えるので、ガタゴトと音と揺れを起こしながら列車は曲がっていきます。中川短絡線は1961年に完成し、主に名阪間の特急列車が使用しています。2002年には短絡線の橋の改修が実施され、曲線半径が緩和されたりもしています。中川短絡線の曲線半径は 200m で減速しないといけないので時間短縮効果は少ないそうです。ただ伊勢中川駅でスイッチバックすると座席の転換が必要になったりサービス面で不便になるので、そういった手間を減らすという意味では効果があるようです。レールと車輪の摩擦音が聞こえてくるので急カーブだと分かります。速度はゆっくりですが頑張っている感じがします。中川短絡線は伊勢中川駅の設備だそうです。乗り換え駅としても重要ですが、駅の設備としても大きな駅なんですね。再びガタゴトとポイントを通過して列車は近鉄大阪線に入りました。ここを過ぎると山越え区間になります。関西へ向けてひと踏ん張りする感じですね。列車は西青山駅を通過したところです。この辺りは一面森です。綺麗な緑が広がっていて眠くなってきます。森を抜けて畑が見えてきました。列車は奈良県に入り走り続けています。まだ緑ですが少しずつ人の気配がしてきましたねと思っていましたが、もう大和八木まで来たようです。まだ奈良県ですが大和八木まで来ると大阪の玄関という感じがします。この駅も多方面への乗り換え拠点なので火の鳥以外の特急は停車しますが、この列車は涼しい顔をして通過していきます。うちの火の鳥がすみませんといった気分になりますね。列車は五位堂の車庫を通過するところです。もう少し車両が見えるかと思いましたがあまり見えませんね。列車はよくわからない住宅街の中を進んでいきます。かなりの速度を出して走っているので路地裏を駆け抜けるような疾走感があります。この駅が奈良県最後の駅です。小さな山を越えると間もなく大阪府に入ります。ここは高安検釈です。ここは1930年と古くからある車両基地です。沿線の車両基地には火の鳥の車両がよく止まっていますが、所属する車両基地ってバラバラなんですかね。もう少しで近鉄奈良線と合流します。ここまで来ると風景も完全に市街地です。ところで名阪間は新幹線が一番速い移動手段ですが、近鉄もそれなりに良い勝負をしているみたいです。名阪間の移動手段は鉄道とバスがありますが、あまり急がない時は近鉄の利便性が高いみたいですね。新幹線を使わないで名阪間を移動する場合、2時間30分から3時間程度移動時間がかかります。一番安いのは高速バスですが、この中では一番時間がかかります。近鉄特急もかなり値段がしますが、
運賃を自分で払わないビジネスには人気がありそうですね。ビジネスといえばこの列車にはベンチスペースというパブリックスペースがありますが、ビジネスマンが真面目な顔で仕事の話をしていたのが印象的でした。簡単なミーティングくらいならここでできそうなので、新幹線よりも時間を有効に使えるのかもしれませんね。電車は鶴橋駅を出発したところです。 JR 線との乗り換え駅なのでお客さんも多数降りていきました。反対に名古屋行きの電車では多数の乗車がある駅です。難波で乗り込んで空いていると思っても油断できない区間ですね。もう少しで電車は地下区間に入ります。もともと近鉄のターミナルは次の上本町駅でしたが、1970年に難波までの地下区間が開業しました。1970年といえば前回の大阪万博の年ですね。この地下区間は2009年に阪神難波線が開通したことで神戸方面への直通電車も走るようになります。せっかくなら火の鳥で神戸まで行ってみたいですね。線路は姫路までつながっているので山陽電鉄本線を走る近鉄特急なんてちょっと面白そうですよね。大阪上本町を出発して難波に向かっています。途中日本橋駅を通過しますが、地下駅を通過するのはちょっと楽しいですね。難波駅に到着です。後続電車の乗車客がもうホームで待っています。この電車も乗客を降ろしたらすぐに引き上げるみたいです。終着駅とは思えない忙しさですね。やっぱりかっこいいです。ご視聴ありがとうございました。良ければコメント、高評価、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。